私は美容外科系のつったりとかフィラーを入れたり実際とかしてないです。このぐらいが限界なのかもしれません。今日はですね、アンチエイジングに関する考え方を改めて、こういうことなんだな、私がしたいことはって思った、そういう出来事があったんです。ご興味がある方はですね、是非最後まで私の気持ちを聞いてください。最近いただいたんですけど、1ヶ月ぐらい前かな。そのコメントには、杉山さんはお肌は綺麗です。綺麗ですけれども、やはり50代に見えます。その原因は何だと思いますか？どうして50代に見えると思いますか？っていう、何が原因なんでしょうかだったかな。っていう風に書かれてたんですね。私は、じゃあどう見られたいのかなって、これインスタライブでもこの前話したんですけど、私は年相応に見られたいです。私今58で今年59になるわけですけど、59歳としての自分は59歳で、59歳のスタンダードになりたいです。50代に見られちゃなんで悪いんでしょうか。私30代に見られたいとは1ミリも思ってないですね。じゃあ世の中のそのようにすごい若く見られる人に比べたら、見た目が年を取ってるってことをその人は言いたいんだと思うんですけど、その原因は何でしょうかって聞かれた時に、私は美容外科系のフィラーを入れたりとかたりとかプロテーゼ入れたりとか、そういうものをですね、実際とかしてないです。ボトックスもヒアルロン酸もしてないんですよね。だったらこのぐらいが限界なのかもしれません。はっきり言ってしまえば。でも私はエステティシャンだから、エステっていうのは日々のお手入れなんですよね。お手入れの上級版がエステなんですかね。多分家でできることじゃないこともやったりしますから、私はそうやってそのお手入れとしての最上級を求めるんではありますけれども、それだけだったらコメントされてる方の言うように50代に見えます。じゃあこれが限界なんだと思います。で、皆さんが見て、こんな58歳になるんだったらやっぱり美容外科行ってこういろんなことしようって思うなら、それでいいと思います。基準にしてもらえればいい、判断基準になれればいいと思ってます。これは私の壮大なる人体実験だから、その点ではね、きっとお手入れでできる限りのことをやったらこのぐらい、いやもっといいものがあるかもしれないから、この先どうなるか分かりませんよ。もしかしたらもっと激変するかもしれない。でも今はこんな感じを見て、このぐらいの58歳59歳だったらまあいいかなって思ってくれる人がきっとこの先淘汰されてついてきてくれる人たちだと思ってます。美容外科さんを否定するわけでは全然ないんですね。美容外科さんはもともとドクターがやってることだから。ドクターっていうのは人の命を守るために、命を救うためにヒポクラテスの宣言をして、そしてドクターになって、たくさんの勉強とたくさんのお金をかけてですね、お医者様になるわけです。だからそのドクターの力量を問われるような、そういった例えば手術、顔形を変えるなんていうのは化粧品じゃ絶対できないですよね。顔の形を変えることを私は反対しないです。そうなりたいんだったらなればいいと思う。一生のうち自分の人生は1回だけなんだから、なりたい顔があるんだったら、それが手術でしか実現できないんだったら、成功するも失敗するも全部自分の責任ではありますけれども、全責任を自分で持って人に何を言われることもなくやればいいと思います。鼻を高くするなんて化粧品じゃ絶対無理です。エラがなくすなんて化粧品じゃ無理です。化粧品でできる、お手入れでできる範疇を超えていることをやるっていうのは、もうドクターの力量にかかってる、熱意にかかってると思います。あともう一つあります。病的なこと、例えばですけど、眼瞼下垂のように眼瞼がね下垂してくるとね、目が、ね、明るくなってくるんですね。これは日常生活に支障をきたすんです。なので手術が必要です。目を開けようとしても腱が緩んでしまって、目がねこういうね、これ瞬き、こういうふうな自分でする瞬きで目がちゃんと開かなくなってくる。でどうなるかっていうと、目で開けようとしないで額で開けようとするんです。こういうふうにやります。こういう風に開けようとするから、おでこにめっちゃシワが入る。シワが入るだけなら美容的な観点ですけれども、目がね、いつも黒目に半分目が、まぶたがかかってるような感じになってくると、非常に危ないんですよ。眠いんです。ものすごく眠いんです。いくら寝ても。車の運転中とか、ものすごく睡魔が襲ってくるんですよね。目が開かないとそういうことになる。だから、とてもね、日常生活にも支障をきたすっていうような眼瞼下垂だったら、もう手術が必要だから、
これは保険適用でできます。あともう一つ、化粧品で私ねどうもならないなと、敗北だなって思ってるのが一つある。目の下の脂肪が出てしまったことによるたるみ、クマっていうんですかね、目の脂肪が出てきてしまった場合、眼下脂肪って言われる脂肪が、そうするとね、これは化粧品じゃ無理ですね。出てしまった脂肪を化粧品で引っ込ますのは無理です。肌の張りとか乾燥による小じわみたいなものを化粧品でね改善させていく、進行を進むのを遅らせるとかっていうことはできますけど、この脂肪が出てしまった脂肪を取るのは無理だから、私もすごいこの脂肪が出てきて悩んでるから、これはもう脂肪を取るっていう手術があるから、それしかないかなっていうふうに思っていますよね。だからもしかしたらそのうち私もこの脂肪を取るっていう手術をすることがあるかもしれないですね。でもその他のことはエステで網羅できる範疇、これは私このまま勝負していきたいなっていうふうに思います。で、加齢に伴ってね、確実に起こることっていうのはたるみなんですよね。これは加齢に伴って誰しもがたるむんですね。誰しもがシミができるとか、誰しもがシワができるではなくて、あれはトラブルなんですけど、だからできない人はできないです。できなくしようと思えばできます。作らないっていう施策があります。シミもシワもそうですよね。ただたるむっていうのは、皮膚のこの張り感がパーンと張ったようになってるのが緩む、これは仕方がないことです。で、60になっても70になってもピーンとつってるような人がたまにいるとすれば、何かやってます。もうこれは断言してもいい。必ず何か外科的さん何かをやってらっしゃるんですね。で、それを私はやってないからこのぐらいたるんでるんだと思います。なのでこのぐらいのたるみっていうのが50代に見えるんだと思うんですよね。なので50代で何もやってなければこれが限界みたいな悪い言い方をすればそんな感じです。なので基準にして考えてもらって、私は指標みたいなものに、基準値みたいなものになっていくのが私の使命なのかもしれないなっていうふうに最近は思ってるんですよね。なのでそういったものはこの先もやらないでおこうと思います。やりたいですよ、やりたいですけど、エステティシャンのそれは私が配信してることでもって、化粧品とかお手入れでこうなりますよっていうのを陰で外科の言ったね、こういったいろんなものを詰めてたら嘘つきになっちゃいますよね。それはこの先もね多分やらないと思う。それを基準に考えてくれればいいと思います。こんなみっともない50代にはなりたくないと思ったら何かやればいいし、このぐらいだったらいいなと思えばこのぐらいでいいって、私がご紹介してきたものを少しずつできる限りでいいから、できる範囲でいいので取り入れていってもらったらいいかなっていうふうに思ってます。それが私の考え方ですので、多分ついてきてくれる人がいればこの先も共感してくれる人はいると思うし、共感してくれない人は離れていくと思いますが、自分の中心線はねブレずにいようと思いますっていうのが私のアンチエイジングに対する考え方でした。はい、というわけで今日はこの辺で、では皆さんまたお会いしましょう。はい、では今日はこの辺でさようなら。ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンをお願いします。最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録をして隣のベルマークを押すと新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。